今回の神旅は、瀬尾律姫の妹とされる司祭人のお話と、荷打姫神社のご由緒や、そのご利益についてご案内したいと思います。荷打姫神社のことを知るには、まずは高野山の始まりから話さなければなりません。弘法大師空海が開かれた高野山、約1000メートルの高峰である高野山を空海が発見したことについて、古くから高野山で伝えられる物語があります。空海は唐の国に渡り、たった2年で真言密教の教えを成就し、帰国の途に疲れようとしていた。唐の明州の浜で、伽藍根流の地を示したまえと念じ、持っていた参考書を投げられた。その参考書は空中を飛行して、現在の壇上伽藍の立つ壇上に落ちた。空海はこの参考書を求め、大和の内軍に入られたとき、そこで手に弓と矢を持ち、黒と白の2匹の犬を連れていた一人の漁師に出会う。空海は黒と白の2匹の犬に導かれ、紀の川を渡り、険しい山中に入ると、そこでまた一人の女性に出会った。私はこの山の主です。あなたに協力いたしましょう。と申された。さらに山中深くに進んでいくと、そこに忽然と幽水な大地が現れた。一本松の枝に明州の浜から投げた参考書がかかっているのを見つけ、この地こそ真言密教にふさわしい地であると申され、この山を開くことを決意されました。これが高野山開山の伝承です。この山の主である女神は約束通り高野山を守る神となり、壇上伽藍に社が建立され祀られた。これが高野山総鎮守とされる荷打姫神社で祀られる女神、荷打姫の狼である。荷打姫神社の由緒によれば、この伝承を遡る話が残されている。高野山麓の標高450メートルに広がる天の盆地。古来この地は人が住んではならぬ聖域とされ、神山の中腹で古代の神事が行われていたという。つまり、この地は神社建立以前より神域とされ、特別な力を持つシャーマン的なものが神事を行う時にだけ入山を許された場所ということになる。この地に神社が建立されたのは、約1700年前、王神天皇が紀伊山地の北西一帯の広大な土地を、この聖域を守り続ける一族に寄進され、荷打姫の狼がお静まりになられたとされる。麓に住む者はこの地を高間ヶ原に例え、天の原と呼びました。和歌山県糸郡葛城町上山野。古来この地は人が住んではならぬ聖域とされており、古代から受け継がれた祭祀が行われてきた。麓に住む者からは神々が住まう場所である神域として崇められ、高間ヶ原に例え天の原と呼ばれた。約1700年前、王神天皇が紀伊山地の北西一帯の広大な土地を寄進し、荷打姫の狼がこの地にお静まりになられました。この時より現在の宮司様へとつながる鮭により守り続けられています。荷打姫の狼は正史には登場しないお名前ですが、由緒では天照大神の妹神である若昼女の命と解され、神代に天上から降臨し、紀伊の国と大和の国一帯を巡行して農耕と機織りを広めたとされています。危機で登場する若昼女の命は、スサノオが馬の皮を逆はぎにして部屋の中に投げ込んだことで、矛を突かれて亡くなったとされ、それを嘆いた天照が天の岩戸に隠れてしまったことが記されており、その後、神代記に女神として登場される。神宮皇后が三冠外政を行う際に、託戦を行った一柱が若昼女の命です。天照大神は大昼女、若昼女は若くみずみずしい火の女神の言われから、神戸の生田神社では
天照の幼い頃のお名前である幼名と解されています。天の岩戸伝説は天照の生まれ変わりであり、大昼目が若昼目としてよみがえったとする考察も有名です。注目したいのは、発末伝で若昼目は瀬尾律姫の妹で、思い金と婚姻後、仕立る姫と名を改めています。発末伝では、男神である天照の正妻の妹ということになります。このように、若昼目の命は、瀬尾律姫の妹ということもあり、興味深い神様でもあります。荷打姫の狼は、古来、魔除けとされる、端を司り、あらゆる災厄を払う女神とされます。端は、腐敗を防ぐことから、真の始皇帝が求めた不老長寿の飛躍ではないかとされたり、高貴な偉人を葬る木簡から検出されるなど、古来、魔除けの効果があるとされてきました。実在の人物として、希少な端を司っていたとするのであれば、壮大な権力者であった可能性が秘められています。端を司っていた価値を現代的に言うならば、金山を保有していたようなものです。これは大変興味深い話でもあります。神武天皇が戦勝祈願した丹生川も端が関係していたのかもしれません。荷打姫の狼は古来魔除けの効果があるとされる端からあらゆる災厄を払う女神として崇敬されています。荷打姫神社のご利益にも厄除け、厄年、災難除け、門戸薬神東光寺、岩清水八幡宮と合わせ日本三大薬神、厄除けの神とされています。そして女人禁制であった高野山に対し、三冠征伐の際の神宮皇后をはじめ、北条政子、豊臣秀吉の妻淀殿など歴史に名を刻む女性たちから崇敬され、勝利と成功を導く女神として女性の守り神とされます。高野山の総鎮守としてのお役目からもとても強い真意をお持ちであると解されます。外鳥居を抜けるとすぐに太鼓橋が架けられています。この橋は神の通り道とされます。現在の太鼓橋は豊臣秀吉の妻である淀殿が奉納したと伝わります。橋の中央部の丸い部分が神様の通る場所で、人が通る部分は階段が刻まれています。今は橋板が破損していて通れなくなっていますが、神事で使用するので改修されると思われます。その先にあるみそぎ橋は、境内を流れる小川であるみそぎ川に架かるみそぎ払いの橋です。ここを渡るだけで、知らず知らずのうちに積み汚れが払われ、正常な心身になれるとされます。令和5年12月、みそぎ橋が改築され、義母子の左右2箇所に払いの朝と神社を納められたとあります。義母子は橋の装飾かなものを言い、柱の上に乗せられた装飾に納められたと思われます。朝は朝尾とも呼ばれ、払い具としてシデやしめ縄、玉串、払い串の紙の原料です。神社はあらゆる災厄を払う端の原料となる鉱石です。みそぎは正常な海や川で身を清め、心身の積み汚れを払うことを言い、荷打姫神社の参道のみそぎ川に架かるみそぎ橋で正常な心身を得ることができるのです。本殿の第二殿に祀られる鷹の巫女の狼、別名鷹の明神、狩場明神と呼ばれ、導きの神、道開きの神としてのご利益があります。これは社の創建と高野山開山に関する言われによるものです。約1700年前、王神天皇が紀伊山地の北西一帯の土地を寄進し、荷打姫の狼はこの地にお静まりになられましたが、天野は聖域だったため住処が建てられず、神職は皆麓の紀の川周辺に住居を構え、毎日二里の山道を通って神事を行っていたと伝わります。約20名の僧侶と19人の神職
神楽を創造する者、巫女などを合わせ、56人でこの地を守り、鮭で、神主が接収されてきました。現在、隠れ里と呼ばれる、人が住まう場所になったきっかけが、空海による高野山の開山と言えます。八代建立から500年後の約1200年前、空海が唐の国から帰国する際に、真言密教の根本道場をどこにするか決めようと、宝具の三鈷書を思いっきり投げた。これが神山に届き、狩人に化身した鷹の巫女の狼が松の木に引っかかっていた三鈷書を見つけ、白い犬と黒い犬を使わせ、空海をその地に導いた。その神山こそ高野山。鷹の巫女の狼は荷打姫の狼の巫女神である。弘法大師空海をこの地に導いたことから、猿田彦や八田烏、椎熱彦と同様、導きの神、道開きの神として信仰されています。使いの犬も導き犬として荷打姫神社では親しまれており、通常タブーとされる参拝客が愛犬と参詣する姿が多い理由でもあります。鷹の巫女の狼は、この先の方針を迷う方に正しい道へ導いていただけるありがたいご利益があります。明治元年、神仏判然令が発せられ、荷打姫神社の伽藍が壊され、高野山壇上伽藍の宮代が損壊の危機にさらされた。高野山はこれに対し、宮代は大日如来が祀られる大日堂であると主張し、僧侶たちによって守られた。これにより今も春日造りの宮代が高野山壇上伽藍に残されている。空海は黒と白の2匹の犬に導かれ、高野山壇上伽藍があるこの場所にたどり着いた。そこで出会った山の女神は、あなたに協力いたしましょうと申され、高野山開山を許し、約束通り今も守り続けていらっしゃる。荷打姫の狼を高野山では荷打姫明神と呼ぶ。荷打姫神社が高野山総鎮守の神と称する証でもある。明神は仏教側からの真偽の章、神の遺徳や崇敬の意を表す際に用いられる尊称です。その地を守られる鎮守の神という意味もある。奈良市にある興福寺が春日大社の神を同様に春日明神と呼ぶ。天野原は空海が高野山を開いたことにより、神の神域に人が住むことが許され、隠れ里になり、隠れ里は天野の里と呼ばれるようになりました。僧侶と神職により神仏集合で神事が行われてきた希少な社であることから、荷打姫神社は高野山金剛無事とともに2004年7月7日、世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道に登録されました。境内に流れる小川で神仏の境界線が引かれる。明治まではここに立派な多宝塔と御影堂が建っていた。今はその柱すら残されていない。その痕跡として数本の石柱が残されている。光明真言曼荼羅碑、寛文2年1662年建立。時計回りに梵字で光明真言が刻まれる。脇の宿の石寿司はもともと脇の宿にありましたが、明治になりここに移されました。内部には葛城修験のご本尊として縁の行者の石像が安置されています。高野山に参詣する際には荷打姫神社に参拝してから入山されていた。つまり社を通ってお山へ向かうという荷打であったかもしれない。高野山の参詣では荷打姫神社も参拝するのが習わしであり、荷打姫神社を参らねば肩参りとされるゆえんである。